ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。都心から成田空港への移動手段の一つである成田スカイアクセス線のアクセス特急。スカイライナーの陰に隠れてしまいがちですが、追加料金が不要な分リーズナブルな料金で空港へアクセスできる列車として、節約したい旅行客を中心に多くの利用者に親しまれています。そんなアクセス特急についてですが、2025年12月13日に実施されたダイヤ改正で衝撃的なことになりました。なんとこのダイヤ改正で多くのアクセス特急について全区間の所要時間が大幅に伸びてしまったのです。その延長された所要時間は平均しておよそ10分ほどですが、中には15分も伸びてしまったアクセス特急もございます。遠い成田空港へのアクセス列車という役割の電車において、所要時間は利用者の求める非常に重要な要素であるはずです。にもかかわらず、なぜ京成は所要時間を増加させるという一見悪手とも取れるダイヤ改正を敢行したのでしょうか。そこで今回の動画は、そんなアクセス特急の所要時間について、多くの電車でなぜ大幅に伸びてしまったのか、その背景に隠れた事柄などを解説・考察していきます。それでは本編へどうぞ。アクセス特急の概要。アクセス特急は京成及び都営浅草線で運転される追加料金不要の一般列車種別の一つです。基本的に2010年7月17日に開業した成田スカイアクセス線を経由し、成田空港と東京都心部を結ぶ空港アクセス列車となっています。ところで、そんな成田スカイアクセス線を走行する電車はアクセス特急の他にスカイライナーがございますが、スカイライナーは全車指定席での運転となっており、乗車には乗車券の他に有料のスカイライナー券が必要なのに対し、アクセス特急は追加料金なしで乗車できる点が大きな特徴となります。そんなアクセス特急のもう一つの特徴は、都営浅草線及び京急線と直通運転を行っているところにあります。これによって成田空港から押上、浅草、日本橋、東銀座、新橋、品川などといった都心の主要観光地やビジネス街へアクセス特急なら乗り換えなしで向かうことができます。さらに成田空港と京急線上にある羽田空港という首都圏の2大空港を直接結ぶ役割もアクセス特急は担っており、空港間を乗り換えなしで結ぶ唯一の鉄道ルートにもなっています。なお、羽田空港と成田空港を結ぶアクセス特急は基本的に都営浅草線、京急線内でエアポート快特として運転されており、羽田空港と成田空港の間を約1時間40分で結んでいます。運行区間としては、成田空港駅を起点に高砂を経由して押上から都営浅草線へ直通。さらに都営浅草線の泉岳寺から京急線に入った上で、空港線羽田空港第1第2ターミナル駅まで結ぶのが基本です。ただし、わずかに上の高砂、都営浅草線西馬込発着もあるほか、京急線岡又から先羽田空港方面へ進むのではなく、横浜方面へ進んで新町、久里浜、三崎口発着とする電車も存在します。成田空港からの京成線内における途中停車駅は、空港第2ビル、成田湯川、印旛日本医大、千葉ニュータウン中央、新鎌ヶ谷、東松戸、高砂、青戸と、上野発着の見本線日暮里。この停車駅の設定には単なる空港輸送だけでなく、千葉ニュータウンなどの沿線開発地域と都心、空港を結ぶという北総線内で快速運転する電車という役割も担っています。特に新鎌ヶ谷駅では京成松戸線や東武野田線と、東松戸駅では JR 武蔵野線と乗り換えが可能であり、千葉県内や埼玉県方面からの空港アクセス需要にも応えているのです。また都営浅草線、京急線内は大半がエアポート快特で運転され、その場合は押上から先は途中、浅草、東日本橋、日本橋、新橋、大門、三田、泉岳寺、品川、羽田空港第3ターミナルに停車。ただし、西馬込発着は都営浅草線内全区間各駅停車、
京急線直通電車でも都営浅草線内各駅停車、京急線内急行や特急での運転も多く、特に横浜方面直通電車は全て京急線内特急運転となります。都営浅草線内の種別がアクセス特急になる電車もありますが、これも都営浅草線内では押上までの全区間各駅停車となります。そんなアクセス特急で使用される車両は、成田スカイアクセス線及び京急線品川、横浜間で120キロ運転が可能な車両のみ使用可能で、基本的な使用車両はアクセス特急ほぼ専属で用いられる京成保有の3100型。この3100型は2019年から2023年にかけて導入された車両で、座席の一部を折りたたんで大型荷物置き場にできる機構を備えているほか、成田スカイアクセス線のラインカラーであるオレンジ色を基調としたカラーリングを初めから採用することにより、京成本線経由の一般列車との間違い防止を防ぐようにされています。このほか、都営浅草線の車両である5500型や京急側の1500型1700番台、600型、新1000型も使用されていますが、2022年ダイヤ改正以降、京急の電車は原則土休日のみの使用。その他、ダイソーなどで稀に京成の一般色をまとう3000型や3700型も、3100型のダイソーという形で車両不足時などに使用されることがあります。さらにホロで編成間をつないだ8両編成蘇生時に限りますが、京急新1000型1800番台も使用されることがあるほか、同様にホロで編成間をつないだ8両貫通編成蘇生時に限りますが、現在10通り歴のない京成3200型、京急新1000型1890番台、ルシエルも理論上はアクセス特急の運用に就かせることが可能です。なお、運行本数は40分間隔のパターンダイヤが基本となっています。アクセス特急の標準所要時間変遷。そんなアクセス特急ですが、実は開業当初から現在に至るまで所要時間は何度も変化を繰り返してきました。ここからは2010年の開業時から2025年の最新ダイヤ改正に至るまでのアクセス特急の所要時間変遷を詳しく見ていきましょう。まず2010年7月17日の成田スカイアクセス線開業当初の状況から振り返ってみます。開業時のアクセス特急は押上から成田空港までの間をおよそ60分から65分程度で運転されていました。ですが、羽田空港から成田空港までを結ぶ都営浅草線、京急線直通のアクセス特急については最速でも103分かかっていたのです。この103分という所要時間は、かつて京成本線経由で運行されていた都営浅草線、京急線内エアポート快特、京成線内特急で結んでいた電車の最速記録102分よりも1分遅く、せっかく高規格の新線を建設したにもかかわらず、最速でも旧来の京成本線ルートよりも遅いという状況になっていたのです。ところで、この開業当初のダイヤにおいては、スカイライナーが60分サイクルで1本から2本程度運転される一方、アクセス特急は40分サイクルで運転されていました。一定周期での運転を優先させていたこともあり、スカイライナーの退避のために猫や信号上で長時間運転停車を強いられ、このせいでアクセス特急の所要時間が遅くなっていました。10分以上も猫や信号上に停車するアクセス特急もあり、空港へ急いでいる乗客にとっては非常にストレスとなっていたのです。その後、2012年10月21日のダイヤ改正にて、この状況は改善することとなります。この改正で、京成はダイヤパターンを抜本的に見直し、スカイライナーとアクセス特急が単線区間ですれ違うタイミングを調整。その結果、日中時間帯に走行するアクセス特急について、猫や信号上で退避する必要がなくなったのです。これによって、羽田空港から成田空港までの所要時間は、約95分前後まで短縮され、押上から成田空港の間であっても、約52分から55分程度で結ばれるようになったのです。
その後2013年から2016年にかけて、格安航空会社の早朝便や深夜便に対応するため、早朝と深夜の時間帯を中心に増便。2017年10月の改正では、上りの最終アクセス特急が11分繰り下げ。この時の最終アクセス特急の行き先は平日が金沢文庫、土休日が西馬込とされ、文庫行きアクセス特急は京急線の終電であると同時に、成田スカイアクセス線の終電でもありました。この文庫行きアクセス特急の成田空港駅発車時刻は23時0分だった一方、横浜方面へ向かう乗客の多くが使用する JR の成田エクスプレスについては、最終列車である54号の発車時刻が21時44分と比較的早めなので、横浜方面行き成田エクスプレスの最終列車的な役目も持っていました。そして2020年から2022年にかけては COVID-19 パンデミックという未曾有の事態に直面するものの、スカイライナーは運行本数が半分近くに減便された中、アクセス特急については日中40分間隔の運転パターンが維持されることとなります。ですが、2022年2月のダイヤ改正では、泉岳寺、押上間の所要時間がわずかに増加することとなりました。この増加は都営浅草線のホームドア対応などを主な理由とする安全性向上のための必要な措置であったため、ある程度仕方なかったとも言えるでしょう。ところが、2025年12月13日に実施されたダイヤ改正で、アクセス特急の所要時間は一変することとなります。押上、成田空港間の標準的な所要時間は、従来の54分から64分へと10分も増加。約15分遅くなったアクセス特急も存在します。これは上りアクセス特急についても同様で、ダイヤ改正前は55分程度で走破していた区間がおよそ66分と11分増加し、特定の便では15分も遅くなることとなりました。また、羽田空港から成田空港までの所要時間についても、約110分へと大幅に伸びてしまうことに。2012年以降の約1時間30分台という水準から約15分から16分も遅くなることとなりました。しかも2010年の開業時の103分よりもさらに遅くなるというあまりにも残念な結果となってしまったのです。ダイヤ改正で所要時間が大幅に伸びた理由は、このように2025年12月のダイヤ改正でアクセス特急の所要時間はかなり遅くなりました。ではなぜ大幅に所要時間が伸びることになったのでしょうか。まず所要時間が増加した要因ですが、それは猫や信号場における停車時間が大幅に増加してしまったためです。この猫や信号場についてもう少し詳しく解説いたします。猫や信号場は千葉県成田市長田に位置しており、成田湯川駅と空港第2ビル駅を結ぶ単線区間のほぼ中間地点、東関東自動車道との交差点の東側付近に設けられています。成田スカイアクセス線の成田湯川駅から成田空港駅までの区間は約 9.8km にも及ぶ単線区間となっているのですが、この長くてボトルネックになっている単線区間の中で唯一上下線の列車がすれ違うことができる設備を持っているのがこの猫や信号場という信号場なのです。言い換えればこの約 10km にも及ぶ単線区間で列車交換ができる場所が猫や信号場しかないため、ダイヤ設定における重要度は非常に高い施設となっています。そんな猫や信号場ですが、2010年7月の成田スカイアクセス線開業時に設置されました。もともと JR 側の近接地に猫や信号場が存在しており、その関係で新猫や信号場と呼称されることもございます。なお、JR 側の猫や信号場については、副本線が成田スカイアクセス線本線建設予定地にあったため、敷地提供目的で2009年3月ダイヤ改正を最後に使用停止、廃止。この代わりに、猫や信号場より空港第2ビル側の地点に、JR 側の信号場として堀之内信号場が開設されています。構造としては一線スルー方式というものを採用しており、
本線側にはスカイライナーの160キロ運転にも対応できるノーズ可動式分離機を備えています。このノーズ可動式分離機という分離機は分離機の先端部分であるノーズレールが稼働する構造になっており、高速走行時の安定性を確保できる特殊な分離機です。一方、副本線側は制限速度が80キロとなっており、退避する電車は基本的にこちらの線路に入って通過電車を待ちます。ところで、この猫屋信号場での列車交換ですが、2010年の開業時には日中時間帯にも列車交換が行われていました。ですが、2012年10月のダイヤ改正で日中時間帯の列車交換が解消。アクセス特急は信号上をスルーする運転パターンが確立されていたのです。つまり、約13年間にわたって日中時間帯のアクセス特急は猫屋信号場で停車することなく、スムーズに通過できていたということになります。この13年間で猫屋信号場での交換待ちがなかったことで、アクセス特急は押上から50分台で成田空港まで行けるという比較的高速な電車という認識が定着していたことでしょう。しかし今回の2025年12月のダイヤ改正によって再び日中時間帯の猫屋信号場での列車交換が発生することとなりました。その結果、約10分の所要時間の増加につながってしまったのです。では、なぜこのタイミングで猫屋信号場での停車時間が復活し、所要時間が増大することになったのでしょうか。ここでスカイライナー絡みが理由ではと思った方もいらっしゃるかもしれません。スカイライナーが増発したのは確かに事実です。ダイヤ改正前における成田空港発の20時台のスカイライナーはなぜか完全20分間隔が実現していなかったのですが、ダイヤ改正後は成田空港に10時40分発の列車を増発し、さらに20時30分発を20時20分発に変更することで、この時間を20分間隔のパターンダイヤとなりました。ですが、スカイライナーの増発はこの1本だけなので、日中のアクセス特急の所要時間が伸びる原因と考えるにはかなり無理があります。そこで、この所要時間増加と大きく関係していると考えられるのが、押上発着の新しい有料ライナー列車との関連です。京成は2025年5月、約400億円を投じて押上駅を起点とする新型ライナーを導入すると発表しました。運転間隔については、投資額がスカイライナーの約6割程度であることから、40分間隔の運行になるのではないかと推測されています。この押上発着の新しい有料ライナー列車については、すでにこちらの動画にてある程度説明をしていますので、この動画と合わせてそちらの動画もご視聴いただけると理解が深まると思います。概要欄からアクセスすることができますので、合わせてご視聴いただけますと幸いです。ところで、この押上発着の新しい有料ライナー列車は2028年度導入予定。2025年12月の時点ではまだ車両すら完成していません。にもかかわらず、なぜ今回のダイヤ改正に関係があると言われているのでしょうか。ここで改正後のダイヤをよく見てみると、何かの列車が走行する時間を確保しているかのように、アクセス特急の退避時間が伸びていることが伺えます。鉄道のダイヤ作成においては、数年後の計画を見据えて、あらかじめ将来の列車を挿入可能な空白の時間帯について、あらかじめ確保しておくことが通例となっています。2028年に押上発着の有料ライナー列車を導入する際、その時点で再びダイヤを抜本的に作り直すのは手間がかかりますし、利用者に定着したパターンを頻繁に変えるのは得策ではありません。そのため、2025年の段階で将来的に押上発着の有料ライナー列車を挿入可能なダイヤ構造にあらかじめ変更した可能性が高いのです。具体的には、アクセス特急の運転時間をあらかじめ変更した上で、猫や信号場での退避時間を再び作ることによって、押上発着の有料ライナー列車を挿入可能な構造にしたこと。その後、車両の落成と本線走行が可能な体制が整い次第、空いたダイヤで使用する車両の試運転列車や乗務員訓練用列車を走らせ、
2028年度のダイヤ改正でその空いたダイヤを使って押上発着の新しい有料ライナー列車を運行開始するというビジョンです。そして今回のダイヤ改正でその骨子を反映させた結果、アクセス特急は割を食う形で遅くなってしまったと考えられるのです。ここまでアクセス特急の所要時間が大幅に伸びた原因として2028年度より押上発着にて新しく運行開始予定の新有料ライナー列車が影響している可能性を解説しました。そしてここまでの話を踏まえると成田スカイアクセス線の根本的な問題が見えてきます。それは成田スカイアクセス線の設備自体限界に達しているという厳しい現実です。成田スカイアクセス線はもともと成田新幹線計画の用地を転用して敷設されました。成田新幹線は1970年代に計画されたものの、沿線住民の反対や空港反対過激派の活動などにより建設が中止へ。そしてその用地構造物の一部を活用することによって成田スカイアクセス線が建設されることになったのです。ところで成田新幹線の建設中止後、当時の運輸大臣だった石原慎太郎氏はこう指示します。成田新幹線に使用を予定していた設備と用地を活用し、京成線と JR 線を成田空港に乗り入れさせる上下分離方式というもの。こうして1991年、JR と京成が成田空港に乗り入れることとなります。ですがこの時、一つの大きな問題が生じます。成田新幹線として上下2000分の用地を確保していたのですが、この時乗り入れることになった JR 在来線は 1067mm の線路幅である一方、京成の線路幅は 1435mm の国際標準機と異なっており、両者で線路を共用することができないという点です。そのため JR と京成それぞれ単線ずつ分け合って並列させる形にし、成田新幹線の設備を活用して成田空港直下へ乗り入れたのです。そして成田スカイアクセス線の単線区間もまた同様に成田新幹線建設のために整備された構造物などを活用し、単線区間の多くの区間で JR 線と並走させる形で建設されています。ではなぜこの単線区間を複線化しないのでしょうか。まず地盤の問題があります。走行経路の多くに含まれる印旛沼周辺は軟弱地盤として知られています。実際に2011年の東日本大震災では路盤沈下が発生し、その関係で9月まで原則運転を強いられることとなりました。また東関東自動車道の橋脚が線路に隣接している箇所もあり、そもそも複線化することが物理的に困難な区間も存在します。さらに費用の問題も深刻です。運輸総合研究所が2022年に試算した結果によると、複線化するための費用は京成単独で700億円から1100億円、JR を含めると900億円から1400億円に達するとされています。京成の中期経営計画では約2000億円を見込んでいるということで、距離の割には莫大な投資が必要と見積もられています。それだけこの辺りは土木工事を行うことに対して技術的ハードルが高い地域だと言えるでしょう。この費用を回収するためには相当な期間が必要となるため、簡単には踏み切れない状況であると言えるのです。加えて現在のスカイライナーの需要は訪日外国人旅行者の増加も相まってかなりの伸びを見せており、1年で累計利用者数1000万人増を記録しています。実際ある程度の余力が必要なはずの空港アクセス列車なのに、昨今のスカイライナーは満席状態での運行というのも非常に珍しくなく、あの空気輸送で有名な JR の成田エクスプレスですら、近頃は訪日外国人旅行者の増加などにより混雑、満席が見られるほどです。そのため京成としても有料ライナー列車を増発することで、スカイライナーの慢性的な輸送力不足を解消させながら、さらに収益を伸ばしたいという思惑もあることでしょう。ですがこれがいつまで続くかは分かりません。現在の好調なインバウンド需要もいつなくなるか分かりませんから、そういう点で巨額の投資に踏み込めないという事情もあるのです。
結局のところ今回のアクセス特急の所要時間大幅増加は単線区間というあまりにも貧弱すぎる設備の限界の中で有料ライナー列車を最優先するダイヤを構築した結果として避けられない宿命であったとも言えるかと思います。そしてこの問題は単線区間が解消されない限り今後も続いていくと考えられます。今後のアクセス特急はどうなる？さて、ここまでアクセス特急の所要時間が今回のダイヤ改正で大幅に伸びた理由について解説してきました。そして果たして今後、所要時間が再び短縮される可能性はあるのでしょうか？また、スカイライナーを含めた空港アクセス全体として本数が増える可能性についてはどうなのでしょうか？ここからは今後の展望について詳しく見ていきましょう。まずアクセス特急の所要時間短縮についてですが、結論から申し上げますと、再び50分台前半の所要時間に戻る可能性は当面の間かなり低いと言わざるを得ません。その最大の理由が成田スカイアクセス線の単線区間における完全複線化という高い壁の存在です。ここまでの解説でも触れてきましたが、成田湯川駅から成田空港駅までの約 10km の区間は単線となっており、この区間が現在のダイヤにおける最大のボトルネックとなっています。単線区間では上下線の列車が1本の線路を共用するため、上り列車と下り列車が同時に走行することができません。そのため、どちらかが成田湯川駅や猫屋信号場で停車して対向列車を待たなければならないという条件があります。アクセス特急の所要時間を短縮するためには、この単線区間を複線化して上下線の列車が同時に走行できるようにする必要があるのです。その複線化についても戦術のように莫大な費用が必要。形成だけでも700億円から1100億円という巨額の費用がかかり、最近の形成の試算では2000億円程度という巨額の費用がかかる結果に、当然ながらこれを形成単独で行うことは現実的ではなく、国や空港会社からの支援がなければ実現は困難でしょう。そのため形成の中期経営計画においても専造を意識した施設改良という表現にとどまっているのが現実で、当面は単線のまま信号システムの改良や部分的な待機線の増設などでさらなる輸送力増強へ対応していく方針のようです。つまり無料のアクセス特急が近いうちに劇的に速くなる可能性は当面低いのが現状。速さを求める利用者は追加料金を払った上でスカイライナーや押上発着新ライナー列車を利用するという住み分けが今後さらに固定化されていくことになるでしょう。また本数に関しても2028年度に導入が予定されている押上発着の新しい有料ライナーの運転開始により空港アクセスの本数は実質的に増加する見込みとなっています。そして押上発着の新しいライナー列車運転開始を機に成田空港アクセス列車の運行体系は大きく変わることが予想されます。この場合の最も現実的なシナリオとしては、アクセス特急と押上発着の新しい有料ライナーを交互に運行することでトータルでの乗車機会を20分間隔に高めるというものです。具体的には押上発の場合、毎時0分にアクセス特急、20分に新ライナー列車、40分にアクセス特急、60分に新ライナー列車といったパターンダイヤが想定されます。スカイライナーも現在20分間隔で運行されていますから、これらを組み合わせることで単線区間の線路容量という制約の中でも輸送力を最大化しようという戦略になります。実際成田スカイアクセス線の現状の線路容量はスカイライナーとアクセス特急を20分間隔で運転することを前提にしており、20分に1本のスカイライナーと40分に1本のアクセス特急に40分に1本の押上発着の新しい有料ライナーを加えることで当初想定された線路容量を全て使い切るという計算になります。さらに現在
京成と京急が最も警戒していると考えられるのが2031年度に開業予定の JR 東日本羽田空港アクセス線の存在、特にその中でも現在建設中の東山手ルートの存在です。羽田空港アクセス線は JR 東日本の路線網と羽田空港を直結させ、羽田空港アクセスをより便利にするための計画路線であり、羽田空港から大潮線改修区間、上野東京ライン経由にて新橋、東京、上野方面へと抜ける東山手ルートと、臨海線国際展示場、新木場方面へ抜けた上で、京葉線舞浜、海浜幕張方面へ直通する臨海ブルート、臨海線大井町方面へ抜けた上で埼京線に直通し、渋谷、新宿、池袋、中央線方面へ直通する西山手ルートという主に3つのルートで構成される新路線構想のことです。このうち2031年度開業に向けて建設が進む東山手ルートは東京駅から羽田空港まで直通18分で結ぶ計画であり、開業すれば宇都宮線、高崎線、常磐線沿線の北関東方面から羽田空港へのアクセスが劇的に改善されることになります。現在、羽田空港への鉄道アクセスは京急線と JR 東日本グループ傘下の東京モノレールがメインとなっていますが、 JR 東日本が直接運営するこの羽田空港アクセス線が開業すれば、空港アクセス市場全体における競争環境が大きく変わる可能性がございます。これに対抗するためか、京成は押上発着で運転する新しい有料ライナー列車を将来的に羽田空港まで延伸し、羽田、成田両空港を1本の有料列車で結ぶ構想を持っているとされています。実はこれ、現在のスカイライナー用車両、AE 型の全世代車両である AE100 型の時代から構想されていると噂されているもの。AE100 型は都営浅草線への直通に対応するため、車両前面に非常脱出用の貫通扉を備えた構造とされているほか、ボルスターアンカー付きの台車、先頭電動車という京急側の車両規定も満たした構造とされていたことから、この頃には羽田、成田両空港の直結を模索していたと考えられます。それが押上発着の有料ライナー列車という形にて再び実現の可能性を帯び始めているのが現状なのですが、実際に2025年10月には京成と京急の両社は空港アクセスのさらなる充実などを図ることなどを目的とした共同検討に関する合意書を締結しており、その中には京成電鉄が2028年度より運行を計画している新型有料特急車両との共通化を検討することが明記されています。また京急では北品川駅付近の連続立体交差事業に合わせ、品川駅地平化4線化工事を2029年度の完了を目指して進めているほか、現在行き止まり構造となっている羽田空港第1第2ターミナル駅の先に引き上げ線を新設する工事を2030年頃完了見込みで進行中。これらは増発される空港間直通列車を受け入れるための布石と見ることができます。ここから考えますと、2028年に押上、成田空港間にて京成が新しい有料ライナー列車を運行開始することを皮切りに、2031年の JR 羽田空港アクセス線の開業に対抗する形で、この新しい押上発着有料ライナー列車を羽田空港へ延伸して、羽田、成田両空港間を直通する流れになるかもしれません。これが実現すれば、現在90分以上かかっている羽田、成田両空港間の移動がおそらく80分前後にまで短縮され、京成、京急の競争力が大きく向上する可能性を秘めています。このように今後のアクセス特急を取り巻く環境は単に速くなるか遅くなるかという単純な話ではなく、首都圏の空港アクセス戦略の中で大きく変わっていこうとしているのです。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによってアクセス特急の所要時間が大幅に増加した理由について、所要時間増加の直接的な原因は成田湯川駅と空港第2ビル駅の間にある猫や信号場での停車時間が大幅に増えたためであること、
2012年のダイヤ改正以降、日中時間帯のアクセス特急は猫や信号場での退避が解消され、押上から成田空港まで約52分から55分程度で運転されていたこと。しかし2025年12月のダイヤ改正によって、押上から成田空港までの所要時間が約54分から約64分へと10分も増加し、羽田空港から成田空港までは約110分と、2010年の開業時よりも遅くなったこと。この変更は2028年度に導入予定の押上発着有料ライナー列車のためにあらかじめ走行時間を確保するダイヤ構成にした結果、アクセス特急が割を食う形となった可能性が高いこと。そもそも成田スカイアクセス線には単線区間があり、これがアクセス特急を遅くさせる最大の理由にして、現在の成田空港アクセスにおける大問題の一つであること。単線区間の複線化には京成単独でも700億円から1100億円の巨額費用が必要で、軟弱地盤や東関東自動車道との隣接など物理的困難もあり、当面は実現が難しい状況であること。2028年度の押上発着有料ライナー列車導入により押上からの空港アクセス列車は20分間隔に向上する見込みだが、アクセス特急が速くなる可能性は低く、速達サービスは有料化が基本になっていくと考えられることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメント、ハイプをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。